こんにちは。ポッシブル可能性の会の太田です。センスというのは後天的なものです。勉強や努力をすれば後からでもついてくるのがセンスです。僕も未だに勉強中です。今回もよろしくお願いします。今回は今までやった講習会の応用編になります。間口は4間7メーター20センチです。段数は3段1部4段です。段と段の高さは30センチです。どこが応用編かというと、上2つのパーツと一番右側のパーツはこちらの講習会でやったことです。また下段のこのパーツに関してはこちらの講習会でやったものを応用したものです。最初に右上のパーツから作りたいと思います。菊でアウトラインを引いていきます。しっかりと菊の上の面を揃えて刺していきます。次にインラインを入れていきます。インラインを入れるときに気をつけたいのが、菊の見せる面が移り変わっていくところです。最初のスタートの地点では菊の額を見ながら刺していきます。ただこの辺になってくると菊の側面を見ながら刺していきます。この場所によって菊の見せる面が変わっていくのが難しいところだと思います。次にインラインを写真の下まで伸ばしていきます。ここで難しいのは写真と写真の下の幅が狭いので、この狭い幅で菊のラインを滑らかに通さなければなりません。あらかじめここに点を打っておいて、そこに合わすようにインラインを伸ばしていくといいと思います。ここで気をつけたいのが、ここの線のところだけで調整するのではなく、しっかりとインラインの個の大きさを考えながら調整していきましょう。このデザインは比較的長い距離のパーツを組み合わせて作るので、個の大きさが小さすぎても大きすぎてもバランスが取れません。全体のバランスを考えながら個の大きさも調整していきましょう。次に左上のパーツのアウトラインを引いていきます。しっかりとトップと写真の下にポイントを打っておきます。そして点と点を結んでいきます。なぜ写真の下の真ん中にポイントを作らないかというと、ここの部分の曲線をつなげるのが難しいからです。真ん中に点を打ってしまうと V の字になりやすいので、あえてここのスペースを作り、なだらかな曲線を作るようにしています。つなげるとこのような感じになります。次に左上のパーツのインラインを作っていきます。先ほども言った通り、インラインは菊の見せる面が移り変わっていくので気をつけながら刺していきましょう。次にスプレー菊の白を使って厚みを出していきます。山の頂上部分は濃く真っ白になるように作っていきます。次は菊のラインに沿ってスプレー菊の白も同じ高さで入れていきます。左上のパーツも同じように作っていきます。ある程度スプレー菊で埋めたら、次に開いた小菊を入れていきます。菊のグラデーションの難しいところは、スプレー菊と小菊の境目をなくすところだと思います。今回はちょうど開いた小菊があったので比較的簡単だったんですけども、開いた小菊がないときはスプレー菊の白だけでグラデーションを表現しなければなりません。そういったときは咲いているスプレー菊の輪を取ってあえて白の面積を少なくすることでグラデーションに見せることができます。真っ白なところからだんだん緑のスペースが広がっていくところを表現することが大事です。次に右下のパーツに入ります。こちらのパーツもアウトラインを引いてからインラインを引いていきます。そしてポイントをしっかり打ってインラインをつなげていきます。次に山3つを作っていきます。ここで大事なのが山のこの形を同じように作ることです。次に右下のパーツにスプレー菊の白で厚みをつけていきます。
そのままの流れで左下の3つの山にもスプレー菊を入れていきます。ここで一旦陽花を入れていきます。今回は男性用だったのでデルフィニウムを使っていきました。向かって左側にコチョウラン、向かって右側にバンダを入れました。次に下段の山にも色を入れていきます。写真の下の山にはデルフィニウムと紫のバンダを入れました。先にスプレー菊の白や小菊である程度スペースを埋めてから陽花を入れていった方がいいと思います。特に今回の青のような重たい色には白を合わせることによって明るく見せることができます。残りの2つの山にも色を入れていきます。青、紫、水色と色ごとに分けた山を作っていきます。色ごとに分けることでテーマ性が出てくると思います。最後に仕上げでドラセナなどの刃物を入れていきます。これで完成なんですけれども、このデザインの特徴はメリハリです。しっかりとスプレー菊と小菊でグラデーションを作っています。小菊で上手に透かせて見せることが大事になってきます。そうすることによって小菊の下の菊のラインが際立ってきます。また陽花も色ごとにグルーピングをすることでメリハリを出しています。今回の祭壇のように今までの聖火祭壇講習会の応用だけで4件ぐらいの間口を作ることができます。普段の日常業務の聖火祭壇も大きい祭壇のパーツを作っているという意識を持って作ることが大事だと思います。ご質問やご意見のある方はお気軽にコメント欄に入れておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。